こんにちは、みくらです。前回作った畑の前からお邪魔します。今回は探索中に見つけた村に、取引所を作りますね。村は拠点のすぐ近くにあります。サバイバルあるあるのクソ雑整地道路を通った先に、大きめの村がありました。立地もいいのでこちらを開拓しますね。近距離とはいえ資材を運びたいので、線路を作ります。早くシュルカーボックス欲しいなぁ。村とは関係がないのですが、村に繋がる道が崖になっているので、橋っぽくしてみます。混乱してるから建築速度が遅いんだろうなぁ。でもロマンだからいいのです。サバイバル建築で、崖の下に発生したスケルトンと戦ったりもしているので、16倍速でお送りしておりますが、めちゃめちゃ試行錯誤しながらブロックを置き直しています。小さな橋なのでこんなもんでいいかな？後で手すりもつけておきますね。村の高低差がすごすぎるんですよね。ある程度高低差を生かした建築をしたいのですが、このままだと難易度高すぎるので、整地して洞窟の穴も塞いでおきますね。こんな感じになりました。整地に丸1尾かかった。取引所を作るにあたって、村人さんの数が必要なので、すごく人道的な方法で、村人さんを増やしてますね。隣の敷地に取引所を建築していきますね。床はこの辺に生えていた多くの木材を使用します。床ができたので村人さんの取引スペースを作っていきますね。ギチギチにすると独房みたいになっちゃうので、3×3 くらいのスペースで小部屋っぽくすることが多いです。どうせトロッコに乗っていて動けないんですけどね。気分的に広めの方が好きです。増えた村人さんたちを運んで、畑に直接つながる貨物路線ルートも作っておきました。自動畑も作らんとなぁ。コンポスター作りすぎちゃった。取引の目印に額縁をつけておきますね。額縁は使いすぎると重くなってしまうのでほどほどに。取引内容が気に入らなかった村人さんを野に放って、こっそり新しい村人さんにしています。
これを、増設しました。建築よりも村人さんを増やすのに時間がかかっています。鉄も集めて、マグマ製造機も作っております。以前 X でご紹介したので、作り方は省略。ちょっと男子、危ないからやめなって。ここまででリアルに10日くらい時間かかってますね。取引所作りなめてた。司書さんのエンチャント本を管理しやすくするために、看板をぶら下げておきますね。こんな感じになりました。繰り返し作業なので全カットです。この工程が一番時間かかった。村人さん増やしすぎてアイアンゴーレムめっちゃ邪魔。予備の村人さんたちは野に放っておきますね。ヤシさんの取引など、パッと見わかりにくいアイテムのものは、金床で名前を付けてから設置しています。もう、せっかく線路を作ったのにほぼ徒歩移動してますね。何してんの？取引したものを保管する倉庫も作りたくなったので、隣の敷地を整地します。結構村人さんたちに立ち退いてもらっちゃったので、別でお家を増設しておきますね。増設しておきました。特別な素材を使わないようにしたシンプルハウスなので、全カット。今回めちゃめちゃ村人さんたちを増やしたのですが、無職の村人さんが1回も出なかったのですよね。発生率変わったのかな？あ、バージョンはまだ 1.20.1 です。サバイバルでも新要素に触れて、建築をしたいのですが、動画撮影に使用しているリプレイモッドなどが、撮影時点ではまだ対応していないのですよね。なので別で新要素のアイデアを考えて楽しんでいるところです。村人さんを増やしすぎた弊害で、そこら中にアイアンゴーレムが発生してしまっています。めちゃめちゃ建築の邪魔してくる。村の外観の雰囲気と合わせにくいので、アイアンゴーレムトラップは作らないようにしているのですが、これはこれで雰囲気と合わんなぁ。はいはい通りますよ。キリがねえな。とりあえず建築現場周辺のゴーレムだけ引っ越ししておきました。これから屋根を作ります。クリエイティブモードで作ることが多いので、サバイバルモードでの木の消費量にビビっております。大きい多くの木、切りにくいよね。1.21 のアップデートで、追加されたブロックが楽しすぎて、暇さえあれば別ワールドで、装飾を作りまくってますね。トライアルチャンバーに挑戦するのはまだ先になりそうなのですが、ブロック集めという意味でも、早めに行ってみたいです。屋根の建築はほとんど繰り返し作業になるので、倍速でお送りしますね。
もう、また生まれたなぁ。邪魔しないでよ。あとはモンスターが入ってこないように。ドアを作ったら村人さん取引所の完成です。今回は取引所を作ってみましたが、いかがでしたでしょうか？クリエイティブモードとは違って、屋根にも足つぶしが必要だったので、不自然じゃない感じで松明を設置するのに苦労しました。民家もテーマがバラバラなので、そのうち作り直そうかな。次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。